今回は力の出ないギアボックスのモーターを乾燥して検証してみるです。今回購入したのはこちら。52000rpm が事実なら相当速いモーターです。このモーターでギアボックスを経由しても速度はそこまで下がらないですね。しかし、パワーは期待できそうです。ギアボックス本来のトルクを維持しながら速度を落とすとは趣旨が変わってしまいますが、このモーターはこのギアボックスにポン付けでは使えません。ステー用の穴の位置と径は同じです。ピニオンとシャフトの形状が違います。新しいモーターはシャフトが D カットされています。長さも少し長いです。シャフトをギリギリでカットして、モーターとステーの間にスペーサーを入れれば解決できます。ピニオンが厚いので、ギアボックス内に飛び出す高さを調整する仕組みです。ギアボックス付属のモーターからピニオンを流用すると滑ってしまいます。最終的には、こんな感じの飛び出しになります。新しいモーターのピニオンと、ギアボックス付属モーターのピニオンの比較です。1ミリの円尾板に穴を開けて切り出しました。ギアボックスとの接続用ネジが2本付属しています。JST-PH2.0 2ピンのワイヤー付きコネクタも付属しています。大きさは元々のモーターとあまり変わりませんが、少しだけ長いです。ここから少し余談ですが、前回の動画でしっかり坂を登っていたモーターのお話です。その後、ボディを乗せたら全く坂を登らない事実が分かりました。普通にしっかり登っていきます。ボディを乗せただけで全く登らなくなります。いろいろと実験した結果、モーターが貧弱なのが原因です。そこから事件につながるのですが、詳細は後で説明します。今回、このモーター付きギアボックスを2個購入しました。その両方のモーターともに残念な個体でした。同じギアボックスを使っている皆さんは、どの程度の坂を登っていくのでしょうか。私の場合、2の2で外れを引く強運みたいです。元々のモーターが370なのかちょっと怪しい匂いがします。ギアボックスを含む総全長で言えば、ほぼ同じような大きさです。ちなみにですが、C74-1 の場合は、車体をカット加工せずに取り付けられます。C64-1 のように、モーターの曲線を逆にする必要もありません。後で出てきますが、シャーシと車体本体を固定するための非金属ステーの穴を少しだけ大きくしました。見えにくいかもしれませんが、ボディはカットなどの加工はしていません。このステー再下段の穴、一つだけを大きくしてあります。理由は、ギアボックス取り付け穴のピッチが少しだけずれているからです。無理に押し込めば入るかもしれませんが、ステーが割れないように大きくしました。
このステーは左右の定義があります。間違えると、ボディのビス穴と合わないです。シャーシ側も同じように、穴が3段階になっているので、再下段を利用して取り付けました。良い面としては、ボディ側の飛び出しを軽減するのと、プロペラシャフトの角度が抑えられます。悪い面としては、クローラーなのに底面が低くなってしまうことです。これは C64-1 の基板です。ドラッグブレーキ機能がついていて、C74-1 の基板と同じものです。この基板、燃えました。燃えたのはこの辺りで、ショートした感じで赤くなり煙が出ました。電源が入り、ステアリングも反応します。しかし、ESC チップが反応せずタイヤが回りません。諦めて、新しい基板を購入しなければならなくなりました。簡単にネットで注文できました。決済方法も豊富で、UI もわかりやすかったです。詳細が表示されたのですが、名前の項目がバグっていました。当時の映像はありませんが、事件の詳細はこうです。前回購入した動く方のギアボックスが載っていました。バッテリーは WTL 純正の付属のものを接続していました。配線はバッテリー、モーター、スイッチ、サーボのみ。前回の動画後、C64-1 のボディを乗せたら駆動する力が全く出ない状況になり、いろいろと実験している最中のことでした。しばらくの間、電源を 18650×2 にしておいたのが原因かもしれません。電圧は問題なかったのですが、電流までは計測していませんでした。負荷が大きすぎて燃えたのかもしれません。午前中の注文、決済だったので当日に発送され、翌日には埼玉から到着しました。ダメになった基板と同じものです。静電気防止の袋ではなく、ただのビニール袋に入っていたのはびっくりです。バインドは特別な設定など必要なく、通常の接続で反応しました。ちゃんとドラッグブレーキ有効の切り替えができます。問題なく動いてよかったです。
売です。わかりにくいですが、板を縦にして角度を増しています。車体が重力に負けてひっくり返るまで登ります。